イラストレーターのムーンライチです。今日はクリップスタジオペイントを使って3ステップで簡単にできる構図の決め方をご紹介します。いつも同じような斜めバストアップを描いてしまう。頑張って全身描いたけどうまく収まらない。構図勉強したけどなかなか自分の絵に落とし込めない。こんな悩みを解決します。今から紹介する構図の作り方は初心者でも簡単にできるので、ぜひ最後までご覧になってバズるイラストを作りましょう。この動画はこんな人におすすめです。キャライラストをかっこよく見せたい。同じような棒立ち構図から卒業したい。構図の作り方がわからない。では、早速始めましょう。まずはおさらいです。そもそもキャライラストに役に立つ構図とは何でしょうか。構図と聞くとなんだか難しそうで逃げたいですが、でもご安心ください。キャライラストを描くときに使う構図はそんなに複雑なものではないです。ではここで言う構図とは何か。シンプルで言うと、伝えたいことをフレームに収めることです。皆さん、よく考えてみてください。イラストはあなたのアイデアを言葉や文章ではなく、イラストという表現で他の人に伝えることです。あなたのアイデアがうまく伝わるように手助けするツールは構図です。伝わる文章はパターンとルールがあるように、伝わるイラストの構図もルールやパターンがあります。それに沿ってやっていけばうまくいきます。では実践に移りましょう。実例として、廊下で片思いしている人にすれ違う女の子のイラストラフを作っていきます。真っ白のキャンパスにいきなり構図を描こうと言われてもなかなか難しいですね。そこでまずはフレームを描きましょう。描いたフレームに簡単な図形で構図をデザインします。練習の時はフレームの比率に気にせず適当に描いても構いません。フレームを決めたら単純化したキャラクターを置きます。どこにキャラクターを置けばいいかがわからない時は必殺技の3分割法を使います。3分割法を聞いたことがある人も多いと思います。簡単に説明しますと、フレームの縦横を3分割して、その線上にイラストの主役を置く構図のことです。さらに、その線が交わる4つの点のどこかに主役を置くとバランスのいい絵になります。3分割法は縦長のフレームでも横長のフレームでも使えるとても便利な構図です。迷ったら3分割法でキャラクターを配置してみましょう。背景の廊下の窓もざっくりとしたラインで追加します。次にキャラクターの大きさを決めます。言い換えるとフレームに対して人体をどれくらい見せるかを決めます。いわゆる全身ポーズかバストアップ、あるいは顔のクローズアップですね。これはショットと言います。ショットはロングショット、フルショット、ニーショット、ウエストショット、バストアップ、クローズアップ、スーパークローズアップの7つあります。これを知っておくとキャライラスト構図のアイデアが一気に増えますね。では、どのようにショットを選んでいいか、それはあなたのイラストが何を伝えたいか、何を見せたいかによります。例えば、キャラクターの顔と表情が一番見せたいなら、クローズアップがいいですし、顔も見せたいけど、キャラクターはどこで何をしているかを伝えたいときは、背景も見えるバストアップかウエストアップがおすすめです。ほとんどの場合、アップになればなるほど主観的になり、引けば引くほど客観的な絵になります。今回は女の子のドキドキしている気持ちを伝えたいけど、好きな人とすれ違ったというストーリーも表現したいので、背景も見えるウエストアップにします。それが決まれば、キャラクターの大きさを調整します。男の子はあくまで背景の一部として思い切って切ります。それで構図はほぼ完成ですが、より完成度の高い魅力的なイラストにするために、仕上げに視線誘導についても少し意識しましょう。視線誘導とは、背景や小物などの要素をリズムよく配置することで、見せたい部分に見る側の視線を誘導するテクニックです。
視線誘導は上級者のテクニックと思われるかもしれませんが、構図と同様に難しく考えず、シンプルに公式として覚えましょう。よく使われる視線誘導の仕組みを3つご紹介します。大きいものから小さいものへ流れる。人の視線は大きいものから小さいものへと流れていく性質があります。このように、イラストの主役は大きいものから小さいものへ誘導した先に置きましょう。また、大きいものは手前、小さいものは奥という遠近感も演出できるので、平面的になりがちのイラストに奥行きをもたらせるのでとてもおすすめです。線を追う。人は並んでいるものを見ると無意識にそれに沿って視線を動かします。線が実際に描かれていなくても見えない線を感じ取ることができます。なので主役は線の先に配置すれば人の視線をそこに集中させることができます。漫画に使われる集中線はこの仕組みを応用したいい例です。物をどこに配置すれば動線が作れるかがわからないとき、集中線を下書きに置いてみるのもいいかもしれません。粗密のコントラストによる誘導。この絵を見てください。ドットが均一に並んでいます。粗密がありません。特に目を引くところもないです。では、ドットの配置を変えて、均一ではなく、密度の高いドット中に、あえて1箇所だけ間隔を空けると、目が不思議にそこを見てしまいますね。逆も同じです。モチーフがたくさんあるイラストに、特に相性がいいテクニックですね。ぜひ試してみてください。今回のイラストで言うと、女の子が主役なので、窓のラインや木などを使って視線誘導させます。線をきれいにした構図ラフはこちらです。これを下書きにイラストを描きます。いかがでしたでしょうか？今回は3ステップで見栄えが良い構図を作るコツを紹介しました。一つでもいいので、ぜひ試してみてね。少しでも役に立ったら、チャンネル登録、高評価ボタン、そして SNS のフォローもよろしくお願いします。